あ、OK。さあ、ちょっと遅くなったんですけど、とりあえず1本取ります。はい。よろしくお願いします。準備したいと思います。F14 ですね。やっていきますよ。じゃあ、準備しましょう。よいしょ。マイティースマイティースあ、音出てますね。よし。端っこゲーム実況始まるよ。今回は25実況 4.4 開始から漆黒に向けて話は展開する解放戦争後編にひよこの FF14PC 第301回強くてニューゲームになります。モフおじです。モフさんは案の定女性人気ですが、おじやんのゲーム実況はおじさんばかりです。この作用、笑い。OK。では始めたいと思います。こんばんは。本日もよろしくお願いします。ひよこの F14、強くてニューゲームですね。やっていきます。よろしくお願いします。前回は、グレーの、大鳥ならですね、読み、つく読みか。つく読みですね。4つがつく読みになるっていうシーンがあって、それを倒して、ですね、ドマ編は終わったっていう感じですね。で、その後に、最終的に、ですね、リセンとか戻って報告して、で、サンクレットとか出てきて、なんか墓のとこ行ったんですね。墓のとこ行ったらやっぱりゼノスの遺体がなかったっていう状態で終わったって感じですね。今日は、そこの続きは、4.4 の開始からっていう感じですね。なると思います。で、ですね、解放戦争後編2ってやつになりますね。よろしくお願いします。早速やっていきましょう。強くてニューゲーム。こっからじゃ飛べないかもしれないですね。ゼノスの顔を持つ男。で、アシエも出てくるだろうっていう感じですね。はい、ゼノスの顔を持ってるやつが、おそらく、ですね、アシエの可能性が高いですよね。乗っ取って、ゼノスを乗っ取ってるっていう感じですかね。あともう一人なんか怪しいあれですよね。ゼノスのなんか、あれですね、セリフを喋ってたようなやつがいたっすね。あっちがゼノスの本体かもしんないっていうあれですかね。一応そんな感じですね。あ、来た。で、場所は、どっからですかね。石の家か。石の家だ。今日 4.4 とりあえず終わらせて、4.5 は次回にするかもしれないです。ちょっと時間見て決めますね。ID があると思うんで、4.4 だけでも結構時間かかるかもね。見ましょう。歩きの行方。あらかぞ、ありがとう。様子を見に来てくれたのね。とはいえ、こちらは特に進展なしよ。ヤシトラ万神の調査に、東方へ。サンクレットは潜入調査で、帝国支配下の属州へ。それに、テートに向かったアルフィノからも、まだ連絡はないよ。アルフィノからの定時連絡も最初の1回だけ。以降はなしのつぶて、こっちからの連絡にも、応答なし。またこうしてじっとしてると焦りばかり募ってくるの。ハリゼが一番心配してるってね。失礼いたします。俺だ、同盟軍司令部より伝言を預かってまいりました。同盟軍
あら、あれはようこそ石の家へ。伝言なら私たちが対応するわ。あ、かしこまりました。近日、アシエン対策に関する会議を開く予定なのですが、その席に暁からめとオブザーバーを派遣していただきたく。アラミゴ解放軍により、同盟軍の首脳陣に対し、ゼノスの遺体をめぐる一件が、最高機密扱いで共有されました。それらを協議する会議を近日に開く予定であります。当然、上層部でもアシエの介在を疑う声が出ており、今後の対応の仕方を含めて協議を行うことになったのです。しかし、我々だけの知識では、もちろん私たち役に立てるなら、問題ないよね。出席したくない。首を振った。堅苦しい会議が苦手なのを捉えそうだけど、今は押し付けられそうなある日はいないんだから、付き合ってよね。もうアリゼの参加せざるを得ないっていうね。というわけで出席させてもらうよ。ありがとうございます。会議はアラミ語で行う予定。どうぞよろしくお願いいたします。会議で提案できる両案があるってわけではないけど、やれることがあるだけ、マシって気もするな。それじゃ出発の準備を。何？本当かサンクレット。お、リオル。よし、わかった。お前も気をつけて戻ってこいよ。どうしたっていうのリオル。戻ってって。あ、聞こえていたか。サンクレットから緊急の通信が相手には何か重要な情報を掴んだらしい。ただし、帝国領内からの、通信は傍受の危険があるからな。アラミゴまで引き返した上で直接報告したいという。アラミガンクォーターで落ち合いたいそうだ。了解。それならサンクレットの出迎えを私たちに任せてちょうだい。エオルザ同盟軍の回避まではまだ時間がある。アラミガン、クォーターに向かいましょう。ドゥーン。まあ、現地に飛びましょうか、じゃあ。もうあれですね。強くて見えゲームはもう完全に赤字っすよ。一切金もらえねえもんね。ID クリアしてちょっと小銭が入るぐらいだと思いますけどね。ちょっと待って。じゃあ戻るわ。お前たちの顔を見ると安心できるよ。悪いが、先に水を一杯もらえるから、休みなしでここを目指してきたもんだよ。これぞ命の源ってやつだな。ようやく人心地ついたぜ。潜入任務お疲れ様。たっぷり休養をって言いたいところだけど、こんなにも早く戻ってきたからには何か知らせがあるんでしょ。まあ、順番に説明させてくれ。どの属州もドマやアラミゴに続けとばかりに独立運動に励んじゃいるが、好調とは言い難い状況でな。言いたかったのが属州ダルマスカの壊滅だ。ダルマスカ。帝国の苛烈な粛清を受け、王都まで焼き尽くされたからな。ビビって独立の機運が下がってしまった属州も多い。ただし全ての属州が闘志を失ったわけじゃない。ドマと帝国が捕虜交換を成功させたことで交渉の余地もあるんだと希望を抱いた連中だっている。ドマの忍びが和平交渉についての情報を積極的に属州へと流している効果も大きいだろう。まだ踏ん張っている奴らがいるのは情報戦の成果だな。よかった。
諦めないで自由を勝ち取ろうとしてる人もいるのね。エオルゼア同盟軍も今を好機と捉えているようだ。すでに属州の反帝国組織に物資支援を始めている。いくつかの組織に接触したが、支援を糧に粘り強く戦っていたよ。アラミゴ難民を通じて属州民の苦しみをよく知るお二人、ナナモ様とカムエ様が中心となり支援を行っているそうだ。あ、やってますね。彼女たちを女神のように称えている連中もいたくらいさ。いや、ナナモ様が活躍してますね。まあ属州に関しての動きはそんなところだが、問題は本国の方だ。4.1 の件ですよね。お前たちが接触した民衆派の連中がどうもパッとしなくてな。ドマが蛮神召喚に手を染めたという話が本国で広まり、属州政策の撤回を求める声も勢いが衰えちまっているらしい。そんな蛮神を権限させたのはドマじゃないわ。ゼノスの命を受けた朝日の仕業なのに。残念ながらその真実はテートには伝わっていない。ゼノスの目論見通りドマの仕業に塗り替えられていた。なるほゼノスに関しても死んだという事実は抹消されていた。最近じゃ療養を終えたという触れ込みで各属州をめぐっては抵抗活動に睨みを利かせているそうだぜ。なんてこと。そんなにも積極的に活動していながら偽物だと疑われていないのだとしたら、ゼノスはやっぱり。ああ、俺の時と同じ。中身はアシエンってことだろうな。それから肝心のアルフィノの件だが、ドマからの使者がテートに到着したという報道はなかった。つまり未だに到着していないか、到着していたとしても捕まってしまったということ？どうやら前者のようだな。実は俺が急いで戻ってきた理由もそこにある。俺やリオルたちは諜報活動のためにアルフィノとの直通リンクパールを持ってるんだが、しばし音信不通だったこいつにわずかな間だけアルフィノから通信が入った。おっと、来ましたね。アルフィノと話せたの？なんかヒント教えてくれる感じだ。いや、一方的な声が聞こえただけだ。ひどい雑音に混じって一言だけ聞き取れた単語がある。ザ・バーン。永久焦土体の名だ。で、ザ・バーに行くことになるんですね。来たね。当主オーサードとイルサバード大陸の境ね。そこで何らかのトラブルにあった？ちょうど前回の最後に、あれさ、アルフィノがいたところですもんね。こうしちゃいられないわ。急いでザ・バーンに向かいましょう。まだ可能性の話だぜ。それでも行くのかい？もう我慢の限界なのよ。アルフィノったら頭いいのに騙されやすいし、変なところで鈍感だし。こっちが気が気じゃないんだから。それでこそアリゼーだ。それにお前もな。早速ザ・バーに行くことになるってことですかね。同盟軍との会議、開催までに下準備を終わらせなくちゃと思ったけど、先にアルフィノの件を調査しましょう。ただし、ザバーへ向かいには相応な足がいるわ。一度ドマに向かい、ヒエンに今聞いた情報を伝えて移動手段について相談してみない。あ、ドマに行くんですね。はいはい。それがいいだろう。ちょうどドマにはヤシュトラもいるはずだしな。なるほどね。彼女にも協力を頼むといい。
俺は続集で得た情報を同盟軍に報告しておく。会議の下準備についても任せてくれて構わない。ある日の件頼む。助かるわ。それじゃあ、ドマ町認知に向かって安虎と合流しましょう。またアホみてえに遠いとこ行かされるね。じゃああれか。白金警備か。真反対ですもんね。ドマ町認知。よし。ちょっと入っとくわ。もうね、たまに入っとかないと撤去されちゃうんで。よし。超認知。別荘なんでね。たまにしか来ないですね。あれこれ終わってたっけな。てか、コンテンツだからできねえか、そもそも。やってねえわ。やってねえじゃねえけど。多分コンテンツだからできないですよね。ですよね。はい、いいや。いるね、ヤシと。それはおかしいわね。今すぐ調査とはいかないけど気にしておくわ。また何か分かったら教えてもらえる。承知いたしました。同じ結晶が出てきたらお伝えします。では。あら、懐かしい顔が並んでるわね。もうそんなに久しぶりじゃないでしょ、今の人は。まあ、そうですね。バージョン1個分のあれですね。期間はありますからね。3ヶ月か4ヶ月くらい。ドマの復興作業に従事している採掘士なんだけど、復興に使うクリスタルを求めて、鉱脈に出向いたところ、属性の力を失った結晶しか見当たらなかったらしいのよ。そこでエーテル関係に詳しい私も、相談しに来たというわけ。今、実物を見せてもらったんだけど、確かに彼の言葉通りの品だと。こうした属性を失ったクリスタルは第7レーサーの直前にエルダでも発見されているのよ。無視するには不吉すぎる品だから後で調べてみるつもり。ヤシトラこれをやってんのか。なるほど。それにしても随分ドマの人たちに頼りにされてんのね。妙な機械をつけたミコって族が珍しかっただけでしょう。それにあなたたちは信頼を得てくれたおかげでもある。誰もが協力的でね、仁義による万神召喚の調査もだいぶ進んだわ。なかなか興味深い調査結果が出たよ。どうやら仁義という膨大なエーテルに宿した信仰対象に、召喚者の願いが掛け合わされたことで、万神召喚がなされたみたい。なるほどね。信仰の対象であることに何か意味があるってこと？例えば、夜露のような信仰心が薄いであろう、人物でも、霊剣あらかただと感じるような、神器を用意することで、願いより強く、具体的に念じやすくなるようになるの。そこで、添加物としてクリスタルを用意してやることで、脅された、万神の力たくまれつくよみが権限したってところね。やはりアルフィノが指示したように、神器やクリスタルの流通を監視するのが重要だわ。地味だけどそれしか方法がないのが、正直なの。そうですね。クリスタルがもうとにかくあれですよね。あるともう万神出ちゃうからね。ところでこんな後から報告書を読めばわかる、話を聞きにどこまで来たわけじゃないでしょ。あなたたちが来たということはアルフィノに何か。事態は理解した。それは何よりも優先して当たらなければならない案件で。私もアルフィの捜索に加わらせてちょうだい。あ、来たね、ヤシトラ。ありがとう。手を借りられて助かるわ。それじゃあ私は一足先にヒエのところにいてアルフィの捜索の件を相談してみるわ。落ち着いているように見えて、やはり兄弟の愛だから。アイゼンも相当に心配しているよね。さあ、私たちも禁煙館に向かいましょう。
率先してますからね。さあ、パボイスあるかな、さすがに。ある日の件はたった今アリゼから聞いたところだ。ユーダウンでもないが捜索には全面的に協力した。しかしザバーンとはなんか問題があるのね。永久なる衝動。ザバーン、彼女はかつて行われた万神召喚により、エーテロ食いつかれとして永久衝動と化した土地。なるほどね。エーテロ食いつくされたんだ。行商の折、わしが受けた、帝国式の教育によれば、ガレマラ帝国を発想した、ソルテは、その不毛の地を、目にすることで、万神討滅を掲げたというか、私たちが避けようとしている未来の光景といったところで、そんな土地のある日の通信で告げた。帝国とと向かいの上空を通過する必要があるもの、決して立ち寄るような場所ではない。やはり異常事態が発生したと考えるのが妥当であるの。となれば、現地を確認するのが筋だが、距離と捜索の効率を考えれば、空を行くのが、得策だ。空を。わしはカーズに夜がある。夕霧、不足の、はやぶさ、準備せよ。どうも最速の、はやぶさを用意させます。おのおの方、準備を整えた上で、レシアン近くの高台までお集まりを。レシアン。ちょっと一旦あれっすね。その金のやつやっちゃいたいんで、ちょっと一旦ここで中断しましょう。一旦ね。一旦中断して、で、またこれやっちゃいますね。いつもね、だいたい銀貨が溜まってるんで、40個ですね。リテイナーやってると勝手に溜まってるんでね。これを渡しとけば、倍、とりあえず4万稼げますね。はい、これですね。で、強くて人間戻って、はい。レシアン系あれ、これでねえな。これでいいのか。乗り物変えますよ。何がいいかな。これか。ちょっと待って。ちょっと真上から行った方がいいはず。いやー、これ位置が違うな。位置が違う。くそ。もう早速ここじゃん。早速ここっすね。もうすぐ行くって感じですかね、これ。侵入地点出てますね。あれですね。やっぱ今回はコンテンツサポート一回、遊戯とかいるかもしれないですね。飛燕とか。よし、捜索なし。いや、翼の、バンジーとと思った。直ちに出発するとしよう。繰り返すが目的なのザバーン不毛の地。二重捜索となっては目を当てられ、決して油断せぬようにな。うわ、来たわ。早いな。来ましたね。コンテンツサポートで行きましょうか、今回も。で、タンク。どうしよっか、今回。暗黒騎士にするか。で、装備はこれでいいですよね。コンテンツサポート。さあ、誰なんだ？遊戯ですね。遊戯と、アリゼ、ヤシトラか。
ヒエンは来ないんですね。もしかしたらヒエンはタンクだったんかもしれないですね。まあ、いっか。多分このメンツ的にそうですよね。例えば、じゃあ、DPS で移行するんですけど。そうすると、ヒエンがタンクになるか。そうですね。いやー、ヒエンも行きたいけど、まあ、いっか。遊戯でいっか。遊戯で行きましょう。せっかくこの前タンクで来てますからね。じゃあ行きます。他のところもコンテンツサポーターで。もうこの辺りは永久焦土地帯。ザ・バーンだ。やってほしいっていうリクエストがあったらね、過去のやつもそうやりたいですけど。申請あたりいらないっすね。皆聞こえるか。地上に降りてやり過ごすぞ。申請のところはね、冒険者の NPC ですね。NPC がほとんどだった気がするんでね。暁のメンツとかいた場合は、それは対象にしてもいいかもしれないですね。あと、こういう普段出てこない遊戯とかこういうのがいる場合ですね。そう、こう BGM いいんですよ。かなり BGM 好きですね。あれちょっと待って。どれ全然覚えてないですけど。トラップみたいなの結構あってるんですね。テストサポートはあんま信用しねえ方がいいんですよ。そう。よし。いやー、スキルの位置かなりバラバラだな。当たるか、言わんっていうやつ。
前らに合わせてずらさないと。いや、タイミング悪いんだよ、いつも。
これは無理だろ。ツイスターかける。狭いんですよね。はい。エレベーター影とか使えねえ。失格のやつです。が横見てなかった。こっから天気良くなるんじゃなかったっけ？助けて助けて助けてヤシトラヤシトラいらねヤシトラ大変ですよ。使っちゃう。
遠い遠い遠いリビングデッドリビングデッドを駆使していかないと死んでもおかしくない一体どこに行ってんな。1回しか回復できないんでこれやっぱ生死と比べると回復性能やっぱきついっすヒーラーに頼らざるんです。よしあ、OK ボスボスも強いんですよね実装したての頃は結構あれですね、死んでるキャラいましたね、プレイヤーさんそうストドラマあれですよね F4 のやつですね F4 のストドラマミラーでかなり人気持ってかれるんですよ、タイミングっていうか。行きたいです。広まる前に倒さないと。頑張れ DPS ね、結構いいじゃねえかよもういやこんなばらけんのせめてこっちの方がいい。参加者すごいね。なるほど。
かんないんですよね。つけないといけない。探さないといけないんで、僕に関して。いやー、止まってよ、もう。こうして、こうして。兄貴、兄貴。サンキュー。やめないでいいです。やめない。ああ、よかった。連発。オッケー。一気にとどめさしましたね。エンピシャでいい感じに避けてくれるから、まあそっちの方がやっぱ難易度低く感じるかな。キリン時計見えないそうだね。ああ、セリフを見て、アルフィノ、一人だけアルフィノの心配をしてますね。で、あそこに残ってますね。じゃあ、あれ違うか。別のやつサンドームですかね。砂まみれになるわ魔物には襲われるわ。散々な目にやったが、それよりもだ。あれが見えるな。関係からすると、アルフィノが登場した船と見て間違いなさそうだ。こっから徒歩で帝国の方向かってるってことですもんね。それ時間かかるよ。おっと？どうやら周辺にも墜落した帝国の魔導兵器があるようね。ここで何らかの戦闘があったのは間違いなさそう。何か手がかりが得られるかもしれないわ。手分けして周囲を捜索してみましょう。これは帝国兵ですか？船の周りには、アルフィノやマキシマ大使といった見知った顔はなかったわ。これはただの造標ではないようだな。どうかこちらへ。こちらの帝国兵ですが、軍曹に皇帝親衛軍の記章が付けられておりました。皇帝親衛軍。バリス帝直属の精鋭部隊。なるほどね。これがアルフィノたちを襲ったと。道理で帝国兵の亡骸しか見当たらんわけだ。アルフィノたちが乗った船を落としたのは同じ帝国軍か。そんな、それじゃあ、アルフィノたちは帝国軍に捕らえられたというの？アルフィノを信じよう。その通り。悲観的になるのは早い。アルフィノは強い男だ。そうであろう。ドーマ町人地に戻り、今後の検討をいたしましょう。
捕獲されたにせよ、逃げ切ったにせよ、この周囲にはいないはず。以後の捜索は忍びの者たちに任せるべきかと。一体どこに行っちゃったのよ。勝手に死んだりなんかしたら承知しないから。さあ、超認知戻ってきましたね。よし、帰りはさらなる砂嵐に見舞われることなく無事に戻ってこれたか。よりはハヤブ様へよく飛んでくれた。しっかりとねぎらってやらないはならんだ。テートに潜む、影。さて、一息つきたいところであるが、どうもそうはいかんなら不実だよ。何や、異国からの使者が来ているというの？異国からの使者。あら、それなら私たちは席を外した方がよくて。いや、そなたらへの同席を頼めるか。相手の要件はわからぬが、内容次第で暁の意見を聞きたい。もちろん構わないよ。ありがたい。では先に機嫌会に向かうとしよう。さあ、誰でしょう。そっちに行った方がいいですね。情報を戻してください。無人島の BGM なんですよ。いやー、落ち込んでますね。おっと、リセだ。リセが来ました。リセ、どうして超認知に？ゼノスの件です。同盟軍の任務でね、ドマに要請したいことがあって、飛燕に会いに来たんだ。同盟軍の任務。出直そうかとも思ったんだけど、アルフィノを探しに出たと聞いて、ついね。それで、行方はつかめたの？墜落現場に姿がなかったってことは、生きて脱出してくれている可能性もある。まだ希望はあるよね。アルフィノはドマの使者として帝国へ向かったのだ。わしは国主として救出に全力を尽くす義務がある。属州に派遣した忍びに連絡し、捜索を続けさせよう。だから顔を上げよう、アリゼ。そうまで思い詰めた顔をしていては、アルフィノと再会した時に頬がこわばって笑顔が作れんぞ。ひよこの顔、ぴょこっと見えてる感じ。いやしいっすね。ありがとう、ヒエ。アルフィノの捜索は忍びたちに託すとして、一つわからないことがあるんだ。アルフィノが乗った船を襲ったのはバリス直属の部隊なんだよね。でもドマとの捕虜交換もバリスの指示だったんでしょ。これじゃやってることがめちゃくちゃじゃない。いや、そうと断じることはできない。その指揮権は皇帝のみならず、皇太子であるゼノスや皇位の皇族にも与えられていたはず。夜露の神下ろしに際して朝日はドマ人が万神召喚を行ったのだと声高に宣言していた。事実帝国本国ではそのような噂が広まっているという。ならば
一連の出来事を裏から糸を引いていたというゼノスの顔を持つ男こそが黒幕と考えればなるまいよ。そして問題は、ゼノスの顔を持つだけで、その肉体をアシエンが操っているかもしれないということね。やれやれ。混沌の使者とは言い得て妙だ。アシエンとやらのおかげでまたもやドマはいつ帝国に攻められるやもわからん状態に逆戻りしたわけだ。皇帝親衛軍を動かしたのが誰であれ、その動向を皇帝本人が知らぬわけはあるまい。となれば、すでに和平は破られたという前提で動かねばな。全然完全に元通りですよね。まあ、ここにゼノスがいないだけまでいいですけど。ゼノスとか、さてリセよ、ヨツユとか。そなたの要件を聞かせてくれ。確か、エオルゼア同盟軍からの要請があるのだろう。まずは報告から。先日、アラミゴが正式に同盟へ加入することが決まったんだ。なるほど。それで、加盟4カ国の名手とアラミゴの代表が集まって、今後の方針について協議することになったんだけど、その会議の場にドマの出席を要請したくて。ドマの出席。同盟軍としては帝国の動きに対応するため、これまで以上にドマと緊密に連携したいと思っているんだ。依存ない。洋の東西が連携して包囲網を作れれば、帝国がどちらか一方に的を絞ることを防げるからな。だが、今しばらく時間をもらえんか。不安定な現状で策もなくわしが国を離れるわけにもいかん。帝国の再進攻に備え、ドマの防備を固める時間が欲しい。まずこれを先にやんねえといけないんだ。わかった。同盟軍にはドマの状況と合わせて報告を入れておく。会議はアラミゴ王宮で行う予定だから、備えに目処がついたらよろしく。ヒエンなら前にも来てるから場所は大丈夫だよね。なあ、司祭ない。なるべく早くそちらに出向かせてもらおう。ありがとう。必ずお互いの国にとって最善の道を探し出そう。モフ王子です。冷やしつけ麺うまい。さて、ドマの防備に関してだが、暁の村にぜひ意見を聞かせてもらいたい。この後、軍に出席してはくれんのか。もちろんや。アシエの会議がちらついている状況で中立を決めることはできないわ。かたじけない。リステムの下の役割ご苦労だったな。抜き差しならない状況と元気そうな顔を見れてよかった。私も復興しつつあるドマ町認識を見て引き合いをもらったよ。それじゃあ私はこれで。ねえ、カーズ、帰る前にちょっと外までいいかな。二人だけで話したいことがあってさ。ほうほうほう。そういうことなら言ってくるといい。その間、こちら、白露ら、国防に携わる、侍衆を、収集しておくんだよ。ありがとう。じゃあ、船着き場で待ってるね。さあ、何の話でしょう。リセの覚悟かなんかを話す感じですかね。二人で話すっていう感じで、アルフィノの話にはならないですもんね。さすがに。
ってくれてありがとう。もう察しはついてるかもしれないけど、アリゼのことです。アリゼか。でもアリゼ心配してますもんね。駅員の前では頑張って笑顔を見せていたけど、たった一人の双子のお兄さんが行方不明の状況で、心細くないはずはないと思うんだ。アリゼって強気で一途で無鉄砲さえあえる。でもそれは信じて前に進まなければ折れそうになる。そんな弱さの裏返しもあるという。まあ一緒に旅をしたから感じることか。4.0 で。私も似たところがあったから。特に工業界あたりですよね。でも今の私にナオやラウバーン、そして解放軍の仲間たちがいてくれるように、アリゼには、あなたや暁のみんながいる。だから身勝手だしおせっかいだと思うけど、あなたにアリゼの支えになってあげてほしいんだ。心配するな。ありがとう。私としてもできることは何でもするから、力が必要な時は遠慮なく言ってやる。それじゃあ次はアラミゴの、会議の席で会いましょう。またね。もう一回戻るのか。でかいな、相変わらず。黒。遊泳の2倍ぐらいの身長あんじゃねえの。でけえな。記憶も3倍ぐらいありそうですね。もう戻ったか。こちらもみんな揃っておる。それでは軍議を始めるとしよう。帝国軍の再進攻に備えると言っても、戦力、労働力、資源、そして時間、すべてが不足する状況でいかにすべきか。それについて一つ策がある。帝国の圧倒的な軍事力に一国のみで対抗するのは不可能。ドマ奪還とてわしらのみでは決して叶わぬ望みであった。ならばエオルゼア同盟に倣い東方地域の連合体を作るのみよ。東方地域の連合体。すでに共闘の実績がある海賊衆や青コーラ、アジムステップの遊牧民たちに加え、東菓子の国や水の民、さらには隣接するナグサの諸派や、ダルマスカの民を糾合するのだ。ダルマスカまで。もちろんすべての組織、国家が協力してくれるわけではなかろうが、自由を守りたいのは皆同じ。ゼノスの死に関する真相やアシエンの暗躍などを伝え、腹を割って話せば連合結成とて絵空事ではあるまい。絵空事どころか、むしろ現実的な路線と言えるでしょうね。かつて私たちはルイゾワ様という指導者のもとで同じ思いを抱いてエオルゼア都市軍事同盟を発足に導いた。その時の経験も少しは役に立てられると思うわ。ありがたい。大いに参考にさせてくれ。もちろんヒエンの案には大賛成。その上で聞くんだけど、その時間どう稼ぐ？彼らは飛空戦艦を持っているわ。こちらの動きを察して一気に進軍してきたら、連合を組む前にその波に飲まれてしまう。なら空に壁を立ててやればいいわ。空に壁を立てる。
アルフィノの捜索中に古代アラグ文明の遺構に行き当たったの。アラグ文明の遺構？実はザバーンに着いた時から違和感があったのよ。それはあの焦土にかすかに漂う環境エーテルの残滓が魔大陸で感じたそれと一致していたから。なるほど。魔大陸のあれですね、衝撃みたいなのを作るってことを言ってんですかね、これ。似通ったエーテルを感じる二つの大地。これは仮説だけど、アラグ帝国はザバーンの土地を浮上させて魔大陸を生み出したのではないかしら。興味深い仮説だが、魔大陸とやらの出自が判明したことで、東方地域の防衛にどう関わってくるのだ？魔大陸は強固な防御フィールドで守られていた。それもあの帝国が誇る最強の飛空戦艦アグリウス級すら阻むほどの強固なものが。その8世紀と同じものが残されていればと思っていたのだけれど、ちょうど彼がそれらしい構造体を目撃していたみたいね。アラグの防御フィールドを張れば、文字通り空に壁が作れるかもしれないってことね。でもザ・バーンを迂回されたとしたら。その心配は少ないだろう。ダルマスカの都ラバナスタを自らの手で破壊したことで、帝国軍は現在東方における最大の補給地を失った状態なのだ。無補給で帝国本国からドマまで飛空戦艦を飛ばそうというなら、最短ルートであるザ・バーンの上空を通らねばならん。なるほど。なるほど、完璧ね。ただ懸念点もあるわ。広大な焦土の上空に防御フィールドを張り巡らせるには莫大な量のエネルギーが必要になるはず。けれど環境エーテルが枯渇したザバーンでは今やエネルギー源となるほどのクリスタルは存在しない。エオルゼアなら変属性クリスタルを当てにできるのだけれど、エネルギー源か。ところでアラグ帝国が建造物を空に飛ばすというのはよくあることだったのか？よくあることいや、よくあることじゃねえよ。他の事例だとダラガブが挙げられるわね。ダラガブ。第7零歳でエオルゼアに落下した月の衛星よ。なるほど。それならば一つ当てがあるやもしれん。本当なの？ヒエ。なあ、ただ使えるかどうかは未知数だ。それを確かめるためにも一度アジムステップへ向かいたい。アジムステップ。かの地に住む者にも連合の剣を打診せねばならんことだしな。調査がてらわしらで現地へ向かうこととしよう。アジムステップにエネルギー源となるものが、ある可能性があるってことですよね。そう、水の里はね、そうですよね。閉鎖的ですもんね、そこは。よしそうと決まれば、アジメステップに合わせておいた暁の者たちへ向かう。ユーギーと白狼は、それ以外の地域の連合参加の打診を頼む。ごめんなさい。私は別行動にさせてもらう。おっと、アリゼどうすんだ。
エネルギー源の調査となるとわしが役に立てることもなさそうだし、実際にザバーンの防御機構を利用するには他に技術的な解析と整備も必要だと思う。だから私はタタルと連携してガーロンドアイアンワークス社に技師の派遣を要請しておくがいいでしょう。なるほど。一緒に来たかった。ありがとう。そう言ってくれるのは嬉しいけど、少ない時間を無駄にできないわ。今お手がやれることをやりましょう。よし、わしらも目的地を目指すとしよう。まずはじめステップの玄関口、再開の位置に向かうとするか。いやかなりアリ勢が頑張ってますね。いや、まあ、アルヒノのためですからね。はじめステップ。鬼神ワサレード雄大な都市ね。ここからの景色も十分壮観だから。高台に登ってみる景色はさらに雄大だぞ。そうだな、せっかくここまで来たのなら、わしが、この草原で最も気に入ってる丘に案内しよう。そこで思い出した果てについて説明させてくれ。あ、例のあそこか。いや、ストラ行ったことないっすもんね。絶景から絶景かな。この雄大な草原を見ていると心洗われる。国難にひりついた気持ちが少し落ち着くというものよ。それは良かったわね。ただ、緊張感まで失ってほしくないものだわ。一体、ここからどこへ向かうつもりなの？わしが気になっているのは、以前モル族から聞いたある伝承のことでな。古の昔、滅びの時迫りて、まれびと草原を訪れん。まれびと、ナーマにこいて、北の山にて月のかけら賜り、魔の忌道、大地より放逐せん。ナーマといえばヨハイですか。かくて滅びの時去りて、まれびと再び訪れん。まれびと、ナーマに祈りて、北の山に月のかけら埋め、地滴るにへ、天へと送らん。大地から放逐された魔の大陸に、天へと送られた血の滴る生贄。なるほど。衛星ダラガブの意味名にふさわしいわね。わしも驚いたが、どうだ？かつて魔大陸を浮上させたほどの何かが草原の山間部から取り出され、再び戻されたかもしれないと。それほどの力の源となれば、確かめてみる価値はあるだろう？期待できそうね。そこに向かう感じですかね。連合の剣が先なのかな、どっちかな。まずはモリーロに行き、シーナに伝承について記載を、尋ねてみるとしよう。草原の覇者である彼らに、統合連合の話もしたいかな。なるほど、そっか。そっか、覇者だから、シーナでいいのかな、とりあえず。
あれですね、ガロのコラボです。銀狼だったっけ。まあ今でもフロントラインやってればもらえますね。よし。イエンさん、ご無沙汰しております。そして母さんに、お初にお目にかかる方まで、本日はどういったご用件で？そなたに聞いてもらいたいことがあってな、この草原や東方に住まう者皆に関わることだ。ばあさんあたりが知ってくるな、もしかしたら。マリビトが残した、月のかけら。この力が東方を守るために必要だというのですか？ああ、伝承にある、北の山について教えてはくれんか。月神の、力宿る、かけらが、どれほどのものか調べさせてほしいんだ。調べることは一向に構いません。北の山中にある、引き式の、巨には、月神の力の、根源たる結晶が報じられていると伝えられています。なるほど。森路からもさほど、離れてもらう。この足でも、調査に、向けそうだ。もう一つ、東方連合について。帝国が再び牙を向き、世界に嵐吹き荒らせば、この草原もいつまでも無関係にいられるとは限りません。協力させていただきたいのですが、何か問題が。先ほど話に出た追跡ですが、そこに、宿る力を使うとなると、月神が強く、侵攻する部族から反発が起きるかもしれません。そうなると、東方地域の連合にも不参加を表明する部族が出てきそうです。それが気がかりなのです。ですから、まず、追跡の、今日の、調査から、進めてみてはいかがでしょうか。その上で、利用できるとなれば、月神を報じる、部族に理解を求める。東方連合の件はこれらの後に。確かにどうだろう。わしもそなたら遊牧民たちの信仰のうつろにしたくはない。ありがとうございます。モル族は草原の覇者でありますが、命をかける戦いを、卵なしに強要したくはないんです。もっともなことだ。自ら先人に代わる意志ならば、その頼もしさは何倍にもなろうかな。何倍どころか万倍ってですね。まあ、余杯に頑張ってもらいたいですよね。連合に関して。あと、サブですね。サブ。棺石の今日。月神の力の根源なる結晶がどれほどの力を宿しているのか、私の出番みたいな。さすが棺石の今日の、調査に向かいましょう。なんていうのか。結石っていうのか。じゃあ向かいましょう。ここだけ怪しいのがあるんですよ。いかにもアラブ帝国っぽいですね。アラブ帝国の遺産。これはなんというエーテル密度。使えそうか。ええ、このくさび石は人工的に作り出されたものよ。おそらく地脈の流れを制御するための調整弁。アラグ帝国の産物と見て間違いないわ。これを使ってアジムステップからザバーンへ流れる地脈を絞り込めば、それこそ
土地を分断して浮上させることも可能でしょうね。逆にうまく制御してザバーンに地脈を流せば、防御フィールドを展開することはもちろん、焦土の自然を回復させることだって可能になるでしょう。でもヤシトラ？クサビ石自体のエーテル密度は申し分ないわ。でもこの周囲だけ大気中のエーテルが妙に弱々しい。これも地脈を制御している影響かしら。同じような現象をドマでも感じたのだけど。今考えても答えは出なさそうね。いずれにせよ目的のものは確認できたわけだし、モルイローへ戻りましょう。よし。じゃあ戻りましょう。これとかあれ流れるかな。あ、やっぱ流れるんだ。あ、これは流れるんですね。トゥン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 。まさにフォールガイズですね。そうですが、さすが月神ナーマのお力です。とあれば、やはり、他部族への説得が必要になりますね。月神を強く信仰しているというのはどの部族なのだ。サドゥさん率いるドタール族。あ、ドタール族ね。はい。リスから聞いたことがあるが、かなり好戦的で独特な風習を持った部族だって、同意を得るだけの一苦労ありそうね。だが死をも恐れる彼女の力が得ると連合に不可欠なものも確かだ。ここは真正面から得た腹を割って話すのみよ。ドタール海へ向かいサドゥに会うとしよう。シーナが来ねえか、さすがに。さすがに来ねえな。まあ、そうなるよね。行かざるを得ないっす。正反対なんですね。ナマズのとこから行ったら地形っすかな。さあ、サドゥ。なんだ、ガン首揃えて。私は持ってきたのは歓迎してやるぜ。むしろその逆だな。東欧諸国の防衛のためその中に協力してほしいことがあるのだ。さあ、どうなるでしょうね。どうなるでしょう。
また小難しい話を持ってきやがって、クサビ石が、もう少し力を宿してるって、あるいはナーマの力の、根源だ。そんなもん当然だろう。それだけで、クサビ石の今日は、ドタール族にとっては聖地だ。部外者が勝手に争うものならと灰にしてやるが、まあ、お前たちの間に妙な悪さもしねえだろう。ならば。まあ待って、それに加えて草原の外に出て帝国の連中と戦えってんだろう。二つも要求しといて、見返なしってわけじゃねえだろう。何が望む決まってると俺たちが望む熱き戦い。お前との決着するだ。うわ、マジかよ。やるんかよ。なんか言ってますね。前にやり合った時は途中で勝ち逃げされちまったし、そもそもあれは部族同士の乱戦だ。改めてぶつかり合おうじゃねえか。差しでな。差しかよ。そう悪い条件じゃないだろう。どちらが真の強者が決着がつけば、俺の心も晴れる。お前たちはドタール族の精神を味方につけることができる。やれやれ、そうきたか。ドマの国士としてはわしが相対すべきだと思うが、ドタールの族長、直々の指名となると思う。戦いたくはない。首打った。おいおい、そう言いながらてめえの目の奥でたぎってる方のは隠せてねえぜ。もう諦めろって。な。ゾクゾクしてきやがった。それじゃ集落の外で対決に育てていやがれ。こっちも一族の中から見届け人を見つごってから向かうかよ。一貫戦うの好きだな、この連中。まあ、ここっていうか、主にこことヨハイのところぐらいですけどね。もうその二つはもうどうしようもできないです。ソロコンテンツみたいなのがある可能性がありますね、普通にね。あそこでやるのかな。指定地点で待機。ああ、光ってるわ。でしょうね。ああ、もうたまにはじゃあ、忍者で行きましょうか、今回はじゃあ。ソロコンテンツはタンクで行く必要ないですからね。たげれなかった。場所によってはたげれなかったりすると普通にあるから。だからヘイトが取れないタンクと使えないですから。よーし来た。ここなら十二分に暴れられそうだ。合戦の時の決着改めてつけさせてもらうぜ。本気で戦いで全てを決めようというの？あいにくお前の目の前にいるのはドタール族だ。俺たちの魂は戦いの中でこそ燃え盛り、そして輝きを増す。この命をより高みへ登らせるため強者を求め勝利をつかむ。それが俺たちドタール族の生き方。他の手段なんて知るが、示すべきは力のみだ。呆れるほど強い信念ね。故に味方にすれば頼もしい奴らよ。しらけるおしゃべりはそろそろしまいだ。さあ追っ始めるぞ。さあ来ました。いざ決闘はさあかかってきな。カシヤが戦はこうでなくちゃな。いやー狭い。なんか
戦い方毎回変わってるな。戦はこうでなくちゃな。そうするのが早いっていう状態なの。非常に変わってるっぽい。でも本当の実こだわらなくていいんですね。別のが出てきやがった。範囲ダメージになってる。いや間に合ってね。くっそ。あ、今度こそ先にこっちやること戦はこうでなくちゃな。戦はこうでなくちゃな。まだやる気だよ。さすがっすね。最高だ。いやーちょっとメテオのやつっすかな。メテオって書いてあるんだ。いやーこれ BPA チェックっすけどね。だけ倒す。倒さないとダメなの？あ、倒した方がいいか。倒した方がいい。あれ倒れてねえじゃん。いや、倒れてねえよ。ちょっと待って、倒れてねえ。DP チェックだ。押して、オッケー。危ねえ。いいね。これぞ戦いだ。合戦からこっち。これほど魂が盛ることはなかった。さあ、もっともっとやり合おうぜ。復活した。そこまでだ。来たね。ヨハイらの許しもなく草原を焼くな。ヨハイと。おお、これはまた大物が来たものだ。こっちはいいとこなんだよ。引っ込んでな。愛も変わらず愚かな。ヨハイの立つ場所こそが万事の表。引っ込むなど不可能だ。呆れてる顔が呆れてる。ましてやこの草原の行く末を決める戦いが神の子たるヨハイを差し置いて行われているなど言語道断。聞けばお前たちは草原の民の力を求めてやってきたそうだな。ナーマ神に連なるアウラ族は皆オロニル族が庇護すべきもの。ナーマ神。ならば
お前たちの要求を反ずるべきはその長兄たる余輩であろう。やっぱりナーマに反応してきやがったね。へえ、じゃあどうするってんだ、クソ野郎。今一度この草原の長兄が誰かということを教えてやる。お、飛燕がいてさ。マグナイよ、うんそなたが介入するというのならわしらも黙ってはおれんな。ならばまとめて判事でやろう。大デクル、お前も出ろ。2対2ですか。来た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 。これ飛燕ですかね。どっちかヤストラかどうやら任せときゃいいみたいだな。少し場所を移すぞ。ついてきな。な多。分ヤストラっすよね。降参は許さない。余輩らの意向と猛威に震えながら全力を見せてみろ。これだけ話が噛み合わないのも久しぶりね。どこか懐かしく思えるわ。噛み合わない。面倒だけど邪魔立てしようというのなら打ち倒すのみよ。さあやってやりましょう。さあ操作できますよ。長兄マグナイを倒してきたね。ヤストラが来ましたね。ヤストラ操作して行います。白魔同士だ。白魔同士だ。どっちを狙うんだろうね。ちょっとわかんねえけど。馬の方から倒した方がいいような気がするね。スイップはもう2人に横いて。あ、飛燕がブルだか。じゃあマグナイだ。マグナイです。回復できるから全然得意分野です。神戸を垂れよ。さあ、作る。いや、この量はきついな。一個壊せってことですよね。飛燕が食らっちゃうんで、これ壊さないと。飛燕もそうか。白魔導士は回復しないといけないんですか。なるほどね。あ、でもすぐ全回復すね。ああ、武器なくなってんの。ああ、そこそこあれか。ああ、調整しないといけないのか。マックスのそれでもあんな減るんだ。いや、すごいね。普段から BTS をやってる人は大変です。
回復しながら。ST の数少ないですね。腕前とくと見よ。あ、倒した。神戸を取るよ。はいやつ。かってえな、どうぞ。強度がマジかってる。なればやったらこちらへって言ってますね。速やかに散れ。ゲーム使ったんだ。あ、壊したんだ。おっと、さて。じゃんですかね。ホルムギャング。まとめて草原に流出がいる。じゃんか、これ。やっぱそうだ。来たね。シンジの時全く一緒っす。離脱。はい。軽量尽くさせてもらう。しかもエネルギー使う感じですね。いや、強え反則っす。あんな技使えねえよ、白魔道士。なんという B、正面から打ち砕くか。あ、こっちも終わったっぽいですね。また負けちまったか。熱く魂が肉体まで燃やし尽くすようないい戦いだった。約束通りドタール族はお前たちの戦に加わろう。ナーマの力も好きに使え。うん。てめえも異論はないよな。ふん。お前のように短絡的な理由ではないが、よかろう。認めよう。勇と力により序列を定めるは、オロニル族の伝統でもある。十分な結果が出たならば、認めよう。ヨハイラの力、今ひとたび先陣に加えるがよい。感謝する。そなたらが味方となれば100人力だ。ところでお前ところで。名は何という？ヤシトラに目をつけましたかね。ヤシトラに目をつけました。ターゲットを押しました。目をそらした。ヤシトラルル。ヤシトラルル。お前はお前はヨハイのナーマか。言ってますね、言ってます。BGM 止まった。何ですって？何ですってお前が戦う様は月光のごとく美麗だった。そして
その癒しの術は慈愛の心を秘めたる証。余杯のナーマが草原の民でない可能性は常々考えてきたが、昨今の実情を見るに、やはりありえない話ではないと思っている。近づいてきた、近づいてきた。さあ、問いに答えよう。お前は、余杯の。にっこり。悪いわね。坊やに興味はないの。坊や。男を磨いて、出直してらっしゃい。坊や。坊や。残念だったな、坊や。おんや、昇進の坊やには慰めが必要か？なら俺が、その傷を焼いて塞いでやってもいいぞ。焼いて塞ぐ。別戦が始まったよ。これ以上無駄な時間をかける必要はないわ。彼らの許可が取れたことをシリナに報告しましょう。いやー、ここ面白いですね。いつ見ても面白いな、このシーン。やり合ってるし。女人の恐ろしさの片鱗を味わったかな。サズさんだけなくマグナスさんたちが乱入。でもみんな、彼らがみんな、力を貸してくれるとなるとそれは朗報ですね。モール族としても東方連合に参加するつもりです。戦力としてはビビたるものでありますが、この草原を守るためならば精一杯戦います。おお、ありがたい。モール族の勇士たちの力、心得たるようにさせてもらおう。他の部族についても参人を呼びかける使者が送っています。結果がまとまり次第ご連絡いたしますね。それは助かる。そなたに世話になった。また時が来たら収集を願う使いを送ろう。あ、癒したらいいよね。響き渡るポエ。それじゃあ、アジムステップで残る仕事は一つね。ザバーに防御フィールドを展開するための第一歩として、くさび石を、起動させ、永久衝動へ、地脈を、流し込む。これが成功すれば、アリジが手配してくれているガーロンド社の、技師にフィールド発生機の修復を頼めるわ。さあ、くさび石の居へ向かいましょう。でね、もう一回行くのか、あそこに。ドゥーン。それじゃあ、くさび石を起動させましょう。少し下がっていて。
起動したのか？ええ。これでせき止められていた地脈がザバーンへと流れ出したはずよ。いや、したらでかしたぞ。そなたとカーズのおかげで、帝国に対する防衛策も、巧妙が見えてきたというものだ。本来なら一休みさせてやりたいところだが、すまないが、このマッドマネの期間を優先しても。それで構わないよ。アリゼや遊戯、白狼が戻ってきているかもしれない。早く戻ってお互いの成果を確認しないと。かたじけない。それではドマ町に一へ戻るとしよう。いや、忙しいね。じゃあ、紀元館帰りましょう。またどっか飛べねえのがめんどくさいっす。よいしょ。ドマ町に1、よいしょ。アリゼいますね。おかえりなさい。その表情を見る限り、初めステップではいい結果を得られたみたいね。防御フィールドの動力源については確保できたと考えて、構わない。こっちもガールド社に要請してザバーンへの技術者を派遣してもらうように取り付けてきたわ。いずれも出立できるそうよ。ありがたい。費用を含めての、誤差についてはこちらで話をつけておこう。さて、夕霧白狼。東方連合の要請についてはどうであった？ナグサの、小勢力をはじめ、いくつかの組織より前向きな反応がありました。帝国の脅威は皆同じように感じているのでありましょう。しかし、帝国と、不可侵条約を、結んでいる東の国、並びに争いを、意否する、推移の里から、明確な断りがありました。これ、東の国って後々行くことになるのかな？ちょっとよくわかんないですけど。仕方あるまい。それぞれに事情があるんだから、検討してくれている勢力には叱られた再度分を送る。基本的には名前が出たとこ行けるようになるっていう話なんですけどね。よしで。今打てる手は打った。目処も立った。わしは荒見込み向かい、ユーザー同盟との会議に臨む。あとは任せたぞ。ダルマスカーに関しては、あれなんですかね、ボズヤとかあの辺で完結しちゃってるってことなんですかね。ここまで対応策を進められたのはそのたちの協力があったのと、おかげで助かった。またアルミゴだろう。それじゃあ私たちもアルミゴへ向かいましょう。サンクレットたちも集まるよう伝えておいたわ。もう到着してるんだ。完全にもう舞台がもう別の大陸になっちゃってるので、まあないですよね。ならあまり待たせるのことというので、アーミガンコートで落ち合いましょう。ユーザーに戻ってくるっていうのもなさそうな感じですね、この舞台。アラミガンコートですね。そっか、正反対なんで、一旦グリダーに戻ります。多分高いですね。いや、ちょっと秋2位じゃん。これ静止しねえとダメだな。まあ、いっ
か、今んとこ ID 見てるのねえし。おおむねヤストラから報告を受けている。ウリエンジやクルリの情報は共有済みだ。他にウクルルある日の心配していたが、撃つべき手を撃った後だからな。自分の任務に専念するそうだ。あとは、アレンバルドの小僧のことか。ヤッコさんアルヒノと仲が良かったよ。気が気じゃない様子だから会議の警備員協力するとさ。そんなわけで、暁からの会議の出席者はこの4人だ。準備ができたならそこにいるアラミゴ解放軍の衛兵に会議の場まで案内してもらおうぜ。早速会議が始まるのか。なるほどね。でも4.4 も後半まではもう来てる感じかな。そろそろ終わってもいいですね。暁の皆様ようこそお越しくださいました。各種名士の方々も続々とお越しいただいております。会議の場に向かわれますか。あ、しかも長そうですね。ちょっとトイレ行ってくるわ、じゃん。よし。模倣児です。私の視聴者は35歳以上から50代ぐらいなので既婚者が多いと思いますが、お子さんと見るとしたらどんなゲームがいいですかね。いや、腹減ってきた。いや、また飯の調達しねえとだ。来た。よし。あ、いいや、とりあえず行きましょう。そうですね、もう7時になるもんね。お、アイメリルさん。アラミゴ解放軍のリセ殿。そして、ラウバーン殿。エオルゼア都市軍事同盟へのアラミゴの正式加盟を改めて歓迎させてもらおう。ナナモ様、我が輩も、そしてアラミゴに生きる同志たちも、同盟軍の戦友たちと共に歩めることを嬉しく思っております。そして新たに来たりし友がもうお一人。どうも。美人の飛燕だ。この場に招いてくれたことをドマの国主として深く感謝したい。こちらこそ遠方よりの来訪ありがたく存じます。それに暁の者たちも、サンクレット殿、ヤシトラ殿、アリゼー殿、そしてあまたの苦境に尽力してくださった英雄殿、君たちの協力を得られることを誠に嬉しく思う。こうして皆が一堂に会するのはいつぞやのウルダハ王宮以来かな。あの日、片腕を失い獄に閉じ込められた時には、こうしてアラミゴを率いる立場になり、会議に赴く日が来るとは思ってもいませんでした。まあそうだろうね。あの時、貴様や夕霧殿と共に我が輩を闇より救い出してくれたのはアルフィノ殿だった。彼がここにいないことが残念だ。私だってアルフィノに何度も助けられて今ここにいる。だから今度は私が彼の意志を引き継いで頑張りたいの。アルフィノが戻ってくる日まで。
それでは昔話はここまで。未来に目を向けるとしよう。東方地域の現状を聞かせてもらえるか。はいはい。はいはい。帝国の強硬路線が変われば、いずれは対話による和解もあるかと期待していたのですが。所詮、帝国は帝国ということか。奴らが本気でドマやアラミゴに再侵攻してきたら、我々エオルゼア同盟軍が全力で抵抗したとしても戦局は厳しいものとなろう。押し寄せる潮流を変えることはできない。しかし風を読み正しく帆を操ることができれば、流れに抗って船を進めることも可能となるはずだ。そして寛容なのは進むべき航路。ここは吹き荒れる風の中心にいる黒幕を叩くべきかと。黒幕か。つまりゼノスの顔を持つのアシエンか。争いの元凶、うん、アシエンじゃな。ええ、我がイシュガルドで起きた教皇トールダン7世の暴走も、元を正せばアシエンに神おろしの秘術を授けられたことがきっかけ、そしてそれは各地で頻発している蛮神召喚も同じ。世界を股にかけ暗躍するアシエンを打倒せぬ限り争いは終わりません。問題はどうやってアシエンを撃つかだな。ゼノスの肉体を操っているというだけでも厄介なのに、帝国領内に潜入し奴に近づくとなると相当な難題だ。アシエンを狙うという方針には賛成だが、直接的な手段は現実的じゃないだろう。なら絡め手を使うしかないだろう。絡めて、ほうほう。何か考えがあるのね。聞かせてくれ。アシエンについては暁の方がよほど戦い慣れている。我らはこの件に関しては貴殿らの意見を最重視するつもりだ。無論そこに付随するリスクについても検討した上で、ここにいる名手たちの間で話がついている。なら遠慮なく意見を述べさせてもらおう。ドマの忍びを使い帝国領内に情報を流すんだ。皇太子ゼノスはアラミゴ奪還の際に死んでいる。今帝国にいるのはその肉体を操る異形の存在だとな。なるほど。すごいこと考えてます。確かに次期皇帝が人ならざる者に操られているとなれば、ことは帝国の基盤を揺るがす一大事。うまく噂が広まれば多少の混乱は引き起こせるはずだが。でもそんな突飛な話を信じるかな。これが平時なら誰も信じやしないだろうな。だがゼノスが死んだという噂は一時的にとはいえ広まりかけていたんだ。もっと言えば奴らが信じるかどうかはこの際どうでもいい。そうであった方が都合がいい連中を動かせればいいのさ。そうであった方が都合がいい連中。そうか。帝国では初代ソルテイの死後に内乱か。帝位をめぐって内乱が発生していたな。民衆派でした。ああ、ついこの間までお家騒動真っ只中だったんだ。現皇帝バリスは叔父との戦いに勝利してようやく帝冠を掴んでみせた。お家騒動にうんざりしたバリスは帝位につくなり長子のゼノスを皇太子と定めた。それを快く思っていない連中もいるってことだ。ゼノスの死とそれを利用する異形の存在、
皇帝の座を諦めず虎視眈々と狙っている連中にすれば食いつきたくなる情報だろうぜ。うまくすれば再び内部分裂を誘えると。俺は帝国領に潜入した実績がある。各国から諜報戦に長けた連中を出してくれれば潜入の手引きはできるだろう。帝国の属州にはドマから派遣された忍びたちも潜伏している。やらない手はないと思うがどうか。そうですね、ドマの忍びも心強いですね、この情報に関しては。よし、サンクレット殿の策に乗ろう。アシエンの存在を白日のもとにさらし、帝国の結束を乱すのだ。ドマと帝国の和平を潰したのもゼノスを語るアシエンの関係によるもの。黒幕さえ打倒すれば和平の芽も出てくるやもしれん。逆に言えば戦乱を煽るアシエンを倒さねば平穏の未来はないということ。国境の防備を固めつつ情報戦を挑むぞ。いやー、来ましたね。こっから来ますね。ではならない。来た。来ましたね。から急展開歴史になってを変えなければならない。何を言っている。今再び霊祭の時。停滞の光、姿なき死がはびこらんとしている。内田さんの声ですよ。二つの破滅を退けるは何時なり何時なり。黒のおい次の R。どうした。黒の次の R。何か聞こえる声。このタイミングではこれですね。敵の干渉か。いえ、それらしき気配は何も。悠久の時を経てここに時空を超えよ。我にその門を開け。鳴りやんだ。来たね。サンクレット殿。いや、これはマジでビビりますよね。これは彼を別室に、それから私に同行してきた者も含め治療費を集めてください。今すぐに。サンクレットさんはひとまず別室で安静にしていただいております。脈は安定しておりますが意識の方はまだ。ありがとう。でもどうしてサンクレットだけ目を覚まさなくなっちゃったんだろう。一通り皆さんを診察させていただきましたが特に外傷はなく毒物などの反応も出ませんでした。正直何が原因かさっぱりでして。これがきっかけであれですもんね。本来サンクレット、あれですね、帳簿のところに内部分裂させようっていう話だったのに、これができないっていう流れですもんね。かえって心配だね。悪いけど、引き続き彼の容体を見ておいてもらえるかな。付き添いありがとう、リゼ。それにカヌエ様まで。サンクレットさんのおかげで今後の方針は決まりました。
あとは各国それぞれの役割や具体的な実行案を協議するだけ。サジは私たちにお任せください。ああ、サンクレットなしでやるって流れですかね。それに暁の皆様が聞いたという謎めいた声も放ってはおけぬ重大事件です。お話を伺っても。私とアリゼはサンクレットが倒れる直前、謎めいた声を聞いた。それと頭の中がかき混ぜられるような激しい頭痛。あなたに起きたのも同じ現象？声だけではなく、違う空間に立っているような感覚に襲われたというの？おそらくそれは何者かに呼ばれたことで魂が肉体を離れかけたために起きた現象でしょう。呼ばれたとは？私もサンクレットさんを見させていただきましたが、彼の肉体には魂と呼べるような命の輝きが感じ取れなかったのです。魂を持ってかれたってことですかね。サンクレットさんはかのアシエンの憑依によってエーテルの影響を受けやすくなっていたはず。そうだね。何者かは分かりませんが、その声の主が魂に対して何らかの干渉を行った。それが呼ばれたと表現した理由です。そんな。だとしたら呼ばれた先はどこだっていうの？残念ながら判断材料が少なすぎて推測すらできません。しかし声の主が常人でないことは確かかと。リセ、悪いけれど引き続きサンクレットの看病を任せても？もちろんだよ。私が暁を抜けるとき、ヤシトラも言ってくれたじゃない。いつまでも仲間だって。サンクレットだって私の仲間。アラミゴ解放軍が責任を持って容体を見ておくから、みんなは真相の解明に全力を注いで。ありがとう、リセ。カヌエ様の言う通り、ただものの仕業じゃないわ。暁を狙ったアシエン側の攻撃という可能性もある。急いで対応策を練らないとね。さあ、これで、次は、アリゼと話す。一旦戻るっていう流れですかね。まずはウリエンジェに状況を報告しましょう。こんな特徴は彼の知識が交わすなよ。なるほど。あ、ウリエンジェン。実は同盟軍の会議の最中にサンクレットが。その通り分かったらすぐに落ち合いましょう。大変。どうやらウリエンジェもそれらしき声を聞いたことに、やっぱ暁の人ですね。全員ってことですかね。ザナラーにいるウリエンジェまで、てっきりあの場にいた者が狙われたかと思ってたけど、声の主が誰々、明確に暁を選んで、呼びかけが行われたと考えて良さそうに。とはいえ、これ以上ここで考えても仕方がないか。何を判断するにしても情報が足りなさすぎるんだから。忍耐を覚えた。あ、これ最後かもしれないですね。狂乱の、前奏曲。こんなようなタイトルだった気がする。ウリエンジェと石の家で落ち合うってはずよ。残りの暁の中身の声を聞いた人がいないとは限らないから確認も兼ねてね。
それじゃあ私とカネさんは、何かあったらすぐに報告して、協力は一切おしまいだ。かつ、カメラ目線。それじゃあ私たちも急ぎましょう。石の家。なんで石の家か。そう、今誰がいるんでしょうね。うん。まあ、いつものメンツと、グリエンジ。タタルはだってあれですもんね。ウリエンジェ、来てくれてありがとう。事態は私の想像を上回るほど逼迫しています。まさか彼があの声を聞いて混沌するとは。あなたも聞いたのね。ええ。おそらくは皆さんと同国に。言葉の真意を聞き取ることは叶いませんでしたが。同じ現象と見て良さそうね。どう？率直に聞くけれど、アシエンの仕業だと思う？今の段階では何とも。推察しようにもあまりにも情報が不足しています。なればこそ、まずはサンクレッドの容体をこの目で確認したく。じゃあ、急いでアラミ語へ戻りましょう。その前に少しいいかしら。実は東方のいくつかの地域である現象を感知していてね。それはもしや局地的なエーテル量の低下ですか？驚いたわね。その通りよ。私は東方の2つの地域でそれを観測したのだけれど、もしかしてエオルゼアでも？ええ。万神関連の調査に派遣していた者たちから同様の報告が多数寄せられています。彼らによれば、その周辺に万神召喚の形跡は見られない。しかしながら、異常なほどエーテルが枯渇している、と。東方とエオルゼア。2つの地域で偶然同じ現象が起きるとは思えない。調べてみた方が良さそうね。では、並行して調査をおっと。あ、来たね、ウリエンジ。声が聞こえます。私を呼ぶ、あの声が。おっと、ヤシトラも来てますね。聞こえる。私にも。何時なり何時なり。そんな。ヤシトラ、ウリエンジェ。我に門を開け。そんな、また、嫌よ。いや、ヤシトラとウリエンジが持ってかれましたね。ヤシトラ、ウリエンジェ、どうか目を開けて。目を開けてよ。お願い。お願いだから、これ以上私の前からいなくならないで。
うん。取り乱してごめんなさい。目の前で倒れたのです。無理もありません。ヤシテラさんとウリエンジェさんは、別室に運ばせていただきました。ウリエンジェさんから多少の話は聞いています。あいみごではサンクレットさんも倒れてしまったとか。でもこうなった以上3人とも同じ場所で容体見た方がいいでしょうね。リセに頼んでサンクレットも石の家に搬送してもらいましょう。ユーザーには様々な分野の学者や研究機関があります。彼らに来てもらい何としても原因を究明しましょう。もちろん倒れた3人のために諦めてたまるものですが、みんなも動揺しているだろうし、あなたからもこれからの方針を伝えてもらえる。私は少し行きたいところがあって、うん。ちょっと外へリムサロミンさんに行きたくてね。うん。そうね、あなたも来てくれる。こっからの、軍令部に会いたい人がいるの。ここに来て。うん。リムサロミーサか。なるほど。あれかな、あれですかね。うん。まあちょっととりあえず行ってみましょうか。じゃあ、リムさん、400ならいいか。はい。で、冒険者ギルド。はい。ちょっと待ってね。今何時だ？ああ、いや、もう7時過ぎてんの。ちょっと離席します。すいません。モッサにご飯あげねえと。モッサ。よいしょ。ただいま。あ、そこか。付き合わしちゃって悪いよね。今連れてきてもらうとこ来たね。ガブをね。このタイムでガブなんだ。覚えてる？紙下ろしを行い、喋ることもなくなって、今は国家団が面倒を見てくれているの。この足に前を進めるため、ガブに会っておきたくね。うん。この件もかなり長い付き合いになりますよね。蒼天からすんの。お待たせいたしました。ガブ、久しぶりね。
喋れないんだよね。まだ喋ったりはしないんですけど、暴れるわけでもなく、状況としては変わらずといったところです。そっか。今も必死に心の中で戦い続けているのね。偉いね、ガブ。アルフィノと話したことがあるの。時間ができたら二人であなたに会いに行こうって。でもまだその約束はお預けね。ねえ、こうして3人でいるとあの時の星空を思い出さない？ああ、はい。あれですかね。外部あの時もラムシアです。何かを失った悲しみや無力感に苛まれてた。でもすぐ近くにはアルフィノがいて、石の家に行けばみんなが迎えてくれた。だけど今はそうですね、今石の家の出会いや別れはアリしかいないです。幾度も経験してきたわ。世の中の不条理や自分の力の限界だって嫌というほど知らされてきた。それなのに私はまだ兄や仲間の危機を前にしてもこうも無力で、それがただ悔しくて。一人で抱え込むな。そうね。すべてを自分が解決しようだなんて、それこそ傲慢というものよね。ありがとう。頼りにさせてもらうわ。よし、くよくよするのはここまで。行こう、みんなを取り戻すために。さあ、ここからは私が歩み出す番よ。石の家に戻り、みんなの目を覚ますための調査を始めましょう。それと、ここまで来てくれてありがとうね。あなたがいてくれて本当によかった。あ、これで報告して終わりか。なるほど。戻る前に考えたんだけど、ホーリーボルダーが言う通り、各国のギルドや調査機関に協力を要請しようと思うの。エーテル学に精通した二人が倒れちゃったからね。おじい様やミンヒリアの人脈を利用して、彼ら目を覚ます術を探し出しましょう。ある日の捜索もドマの忍びが当たってくれている。ユルザ同盟軍も帝国アシエにエクスターのように対策を講じている。みんなが様々な垣根を越えて、この世界のために動き出しているわ。強大な敵に負けないよう誰一人として諦めずに、私だって少しずつでも前に進んでみせる。何か分かったことがあれば伝えるからまた訪ねてきていい。絶対だからね。さあ、これでエピソードがって感じですかね。一方、ガレマール帝国テート魔道場。バリステですか。いつもの六角形。あ、ゼノスも入れますね。まあ、これアシエンですけど。策が功を奏し、民衆派は息を潜めるばかり。ならば今こそ
帝国の力を見せつけてやる時ではないか。皇帝陛下が一声号令をかけるだけでいい。それだけで軍は飢えた狼のようにアラミゴへと殺到し、あのような小国など瞬く間に食らい尽くすことだろう。だんまりか、わざわざ手間をかけてまで調停者たる私が道化を演じているのだぞ。調停者っぽいね。ってことは白い足縁ですよね、これはね。お前に初めてこの顔を晒した時に誓ったろう。私が持つ力と知恵のすべてを帝国のために振るおうと。その言葉に偽りなしと証明してきたはずだ。あの神殺しの英雄すら、この体を得た私ならばやすやすと始末できるだろう。一体何を迷う。あまり決断を遅らせると確定した勝利さえ揺るぎかねないぞ。悩みの渦を抜け出せたならまた呼びたまえよ、父上殿。父上言うんじゃねえ。まったく。ため息をつきたいのはこちらの方だ。さあ来ましたね。新キャラっすね。せっかく役目を演じきって寝ようって時だったんだぞ。それをラハブレアのじいさんが死んだからって呼び出されて、本当にエリディブスの心配性は嫌になる。お前もそう思うだろう。名キャラですからね。なんだ、私のこともうんざりか。まあいいさ、こちらとしても今さらお前に家族らしくされる方が面倒だ。状況をシンプルに捉えたまえ、バリス・ゾス・ガルバス君。我が孫よ。孫って言ってますね。いつものことながら、お前に決定権はない。すべきことをただ迅速になせばいい。エリディブスは面倒なやつだが、調停者としての選択は、まあ間違えることがない。今、ゼロンスの体になってるのはエリディビスですね。足エリディビス。光と闇の均衡を取るにあたって、邪魔な因子があるというなら、排除して叱るべきだろう。殺せよ。戦争でも何でも使って、そのために大きくした国だぞ。この私、初代皇帝ソルがな。ソルゾス・ガルバスって言ってますね。初代が生きてるっていうのがまずおかしな話ですもんね、これ。もう必然的に足縁が絡んでると。いかにもって顔だ。お前も存外わかりやすい男だな。同情はしないが、多少なりとも哀れには思っているさ。知らないまま踊らされていた方がまだ幸せだったろうとな。
国父ソルはアシエンだった。アシエンつってる。偉大なるガレマール帝国はそいつによって世に戦乱の種をまくため作られた国だったのだ。なんて恨むなよ。これが私の仕事だ。霊災を起こすには大きな力がいる。そのために影響力の強い手駒を作っておくのはシンプルかつ効率的だ。この仕事をそこそこ長い間やってきたが、ガレマール帝国はそれなりに上出来な部類だと言える。アラグ帝国ほどではないにしてもな。撃たれてる。撃たれてますね。撃ってますね、バリスが。アシエンだからですね。ペラペラと化け物がよく喋る。化け物扱いしてる。良いか。人の歴史は人が紡ぐ。おっと、バリステは思ったより、あれですね、まともかもしれないですよね、やっぱり。アシエがいるおかげでおかしくなっちゃってると、今現状。無駄な労力を使わせるのはやめてほしい。それから、お前も皇帝なんだから、人がどうのという大使は、私でなく修具の前で垂れてやれ。使命感に火をつけられれば儲けもの、使いやすい駒が手に入る。さ、拗ねている時間は終わりだぞ坊や。お前だって理解はしているはずだ。これは人と世界を真なる形に戻すための戦い。その点において私たちアシエンとお前の目的は一致しているだろう。うわ、これで終わりですかね。一方、帝国属州レジスタンスの野営地。アルフィノか、アルフィノですね。アルフィノは魂持ってかれてないっぽいですね、アリゼと同様で。声は聞こえてんのかな。なんということだ。レジスタンスが滅んでるってことですかね、これ。白目になってますね。皆死んでいるのか。戦闘の痕跡はないようだが。よもやあの兵器に手を出すとはな。兵器。かつてギラバニアに帝国の手で開発された毒ガス兵器、その名は黒バラという。なるほどね。毒ガスにやられたんか、こう。まさか、それがここで使われたと。だが黒バラは研究資料を含め全て廃棄されたはず。それを掘り出し使用するなど。
かくも卑劣な手段で、導いてき民を殺して何とする。僕内乱ですよ。いや、人を導く気など鼻からなかったか。我々はアシエンの影を追ってここに来た。つまりは、これも我らの、奴らの。アシエンは争いの火種を巻く存在。この惨状もその一端かもしれませんね。これ以上黒バランシを許してはなりません。アシエンを追いましょう。まあ、とりあえず生存確認できましたね。普通にね。さあ、これで終わった感じですかね。これもう別のやつってことでいいのかな、おそらくね。じゃあ、今回ここまでにしましょうか。次回この魂の行方ってやつからですね、やりたいと思います。ちょっと短かったですけどね。多分、次の4.5 か。4.5 は結構長く続くと思うんで、まあ、確保してやりますね。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。